読書は推し活。名前は聞いたことあるけど、と、読んでいないことにむしろめたさを抱いたことはありませんか？最後には診断チャートを用意しています。いくつかの質問に、はいか、いいえ、で答えることによって、どの作品から読むべきかがわかる作りになっています。漱石がイギリス留学時代に、ほとんど引きこもり状態になってしまったことをご存知でしょうか？今でこそ文豪と呼ばれる漱石ですが、実は留学先のロンドンで夏目発狂という噂が流れるほど病んでしまったんです。多くの方は教科書で先生と一緒の部分だけ読んでいると思いますが、実は盛大なネタバレを食らっているんです。フリーアトリエセイへようこそ、セイです。今回から新シリーズ小説家講論が始まります。この企画は昔の文豪から現代の作家まで様々な小説家の人生や作品を紹介していこうというものです。名前は聞いたことあるけど、と読んでいないことにむしろめたさを抱いたことはありませんか？私はしょっちゅうあります。別にたくさん知っている人が偉いわけではないけど、でもやっぱりたくさん知っている人はかっこいいと思うよね。で、私はそのかっこいい人になりたいということで、自分の勉強も兼ねて動画を作っていきます。特に最初の方は視聴者の皆さんの方が詳しいってこともあるかもしれませんが、すでに知識があり、かっこいい人はぜひコメント欄でいろいろ教えてください。もちろん私と同様これから知っていきたいという方にも動画を見ていただけると嬉しいです。動画の構成ですが、まず小説家の人生をお話しします。これは小説家によってはその人の生きた環境や時代背景が色濃く作品に反映されていることがあるからです。もちろん全てフィクションという作品もありますが、小説家の人生を追うことで作品の理解を深めることができるのではないかと考え、小説家の人となりを皆さんに知っていただこうと思いました。その次に代表作を3作ほど紹介し、最後には診断チャートを用意しています。いくつかの質問に、はいか、いいえで答えることによって、どの作品から読むべきかがわかる作りになっています。チャプターも用意しているので、適宜ご活用ください。はい、というわけで、小説家講論第1回では、教科書でもおなじみの文豪、夏目漱石を紹介していきます。小説家たちの人生と作品を知って、読書の航海に出ましょう。夏目漱石の人生、イギリス留学で読みました。夏目漱石といえば、我が輩は猫である、坊ちゃん、心などの傑作で知られ、かつては千円札の顔にもなった明治の文豪ですよね。しかし、皆さんは漱石がイギリス留学時代に、ほとんど引きこもり状態になってしまったことをご存知でしょうか？今でこそ文豪と呼ばれる漱石ですが、実は留学先のロンドンで夏目発狂という噂が流れるほど病んでしまったんです。時は明治33年、1900年5月、熊本で英語教師をしていた夏目漱石は、文部省から英語研究のため、英国留学を命じられます。当時としては大変名誉なことでしたが、漱石の心境は複雑でした。後に書いた文学論の序文で彼はこう語っています。世は特に陽光の希望を抱かず、つまりそんなに留学したかったわけではなかったんよね。それでも国からの命令です。逆らうことはできず、妻と子供を日本に残し、1900年9月8日に横浜港を出発。約50日間の長い船旅を経て、10月28日にロンドンに到着します。最初はロンドン大学で講義を聴講していましたが、問題はすぐに表面化します。まず、お金の問題。文部省からの留学費は月15ポンドでしたが、ロンドンの物価は想像以上に高く、漱石自身が留学生の学費はお話にならないくらい少ない、ロンドンではなおなお少ないと述べています。彼は東京で言えば深川、橋向こうのバスへと表現するような安い下宿に住まざるを得ませんでした。また、せっかく西洋に来たのだから専門誌を買いたいと思ってもお金がなく、本を買うために極度の節約生活を送っていました。そして何より深刻だったのが精神的な孤立です。日本で英語教師をしていた漱石でしたが、現地では彼の英語はうまく通じませんでした。ロンドンの寒く暗い気候にも馴染めず、身長の高いイギリス人たちに囲まれて、強烈な疎外感を味わいます。現代でも海外留学でホームシックや言語の壁に悩む学生は多いですが、100年以上前の漱石の苦労は想像を絶するものだったようですね。結局、たった2ヶ月で大学の聴講を辞めてしまった漱石。大学を辞めた後は、約1年間、クレイグ先生というシェイクスピアを研究していたアイルランド人の男性に、1回7シリングで個人事業を受けることになります。クレイグ先生については、短編集、英実商品に詳しく書かれているので、気になった方は読んでみてください。漱石は根本的に文学とはいかなるものかという問題を解決しようとして、下宿に引きこもる日々を送ります。漱石自身が書いた問答消息には当時の心境がリアルに描かれています。時にはイギリスが嫌になって早く日本へ帰りたくなる。するとまた日本の社会のありさの画面に浮かんで頼もしくない情けないような心持ちになる。家賃や家主の都合で5回住居を変えた漱石はある時期、同じく留学中だった科学者の池田菊内と2ヶ月ほど同居します。
池田氏は昆布から旨味の成分であるグルタミン酸ナトリウムを発見したことで有名な科学者ですね。同居中は刺激を受け多少前向きになったようですが、やはり一人になると研究に没頭し、他の留学生との交流も疎遠になってしまいます。そしてついには下宿屋の女主人が心配するほど深刻な神経衰弱状態に陥ってしまったのです。日本を旅立ってちょうど2年後の1902年9月、漱石にあった芳賀屋一夜が早めて帰郷させたいと心配するほどで、夏目発狂の噂が文部省内に流れることになります。結果として、漱石は予定より早く帰国を命じられ、1902年12月5日にロンドンを発つことになりました。帰国の船には、偶然にもドイツ留学を終えた精神科医、斉藤喜一が同乗していました。漱石の親族は、これを漱石が精神病を患っているため精神科医が同乗させられたのでは、と勘ぐり、さらに心配したということです。イギリス留学をしてすっかり病んでしまった漱石でしたが、彼が小説家として活動を開始するのはこの留学後のことでした。動画を見てくださった 95% 以上の方が未登録です。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。生い立ち、夏目漱石は1867年、元号でいうと慶応3年、江戸時代最後の年に生まれました。翌年には元号が明治に変わり、明治維新で日本が急速に西洋化していく激動の時代です。生家は現在の東京都新宿区のあたりにありました。父親は名主という地域のお偉いさんで、それなりに裕福な家でした。しかし漱石は父親が51歳、母親が42歳の時の子供だったんです。当時、高齢での出産は世間体が悪いとされており、漱石は生まれて間もなく古道具屋に里子に出されてしまいます。その後、赤ん坊が商品の隣に寝かされている様子を不憫に思った姉が実家に連れ戻したという話も残っていますが、結局1歳の時に塩原家という別の家に養子に出されました。漱石の育ての父となった塩原正之助は、もともと漱石の実の父親に仕えていた男で、信頼できる人だったようです。しかしながら育ての父の女性問題が発覚するなど塩原家は家庭不和になり、漱石が7歳の時、育ての母と共に一時生家に戻っています。その後、9歳の時に正式に生家に戻りますが、一の父親と育ての父の対立により、21歳まで戸籍を戻せなかったといいます。なかなか複雑な生い立ちですよね。この育ての両親との関係は、後の自伝的小説、市草の題材にもなっています。青春時代。不安定な家庭環境でしたが、漱石はいたずら好きの少年としてすくすく育ちました。坊ちゃんに登場するキヨのような下女もいたそうで、可愛がられて育ったようです。漢学が好きだった漱石。しかし時は文明開化の時代で、漢学者は食べていけないと考えた彼は、とにかく大学に入って何か勉強しようと決意します。とはいえ、熱心に勉強だけしていたわけでもなかったようで、仲間内でストーブ攻めと名付けて、先生のそばにあるストーブに焚き木をどんどん入れて熱くしたり、板書している先生の背中にチョークで落書きをしたり、教室のカーテンを閉め切って真っ暗にして先生を驚かせたり、とにかく10代らしいいたずらをたくさんしていたらしいよね。そんないたずら好きな漱石が改心したのが、19歳の時。漱石は虫垂炎を患い、進級試験が受けられず落第します。追試をしてもらうよう頼むべきだと同級生は声を上げてくれたそうですが、漱石はいっそ初めからやり直した方がいいと留年を決意。そこからは真面目に勉強をして、ほとんどの教科で首席を取るほどの秀才に変わっていました。正岡子規との出会い。大学入学を控えた22歳の時、漱石の人生を変える出会いがありました。俳人の正岡子規です。漱石と子規は同い年で、子規が手掛けた文集七草集に漱石が批評を巻末に漢文で書いたことから、本格的な友情が始まりました。二人は一緒に俳句を作り、文学について語り合うようになります。実は漱石という名前、もともと子規が使っていたペンネームの一つだったんです。これを漱石は俳号として譲り受け、そのまま小説家としてデビューした時にも使ったよね。中国の古典にある漱石珍流という故事から取ったもので、負け惜しみの強いこと変わり者の例えだそうです。漱石にぴったりのペンネームだと思います。大学生、教師時代。猛勉強の末、帝国大学英文科に入学した漱石でしたが、大学が3年前に創設されたばかりだったこともあり、同級生は0人。2学年 A に先輩が1人いるだけの大変寂しい状況でした。最初にイギリス留学で病んだ漱石の逸話を紹介しましたが、実はこの時期にも漱石は精神的に不安定になっています。翌年7月には特待生に選ばれるほど優秀な漱石でしたが、同じ時期に密かに思いを寄せていた義理の姉、とせ三兄の妻が亡くなり、心に深い傷を負いました。その後も子規と交流を深めたり、後に漱石を職業作家の道に誘うことになる当時15歳の高浜虚子と出会ったりしましたが、漱石の心の状態はあまり良くなってはいなかったようです。26歳で大学院生となり、高等師範学校の英語教師となるも、半年経たずして血痰が出てしまいます。寺に参ったり、禅の修行をしたりしたそうですが、効果は得られず、
28歳の4月、東京から逃げるように愛媛県の松山中学に英語教師として赴任しました。この松山での教師の経験が後に坊ちゃんにつながるわけです。松山には道後温泉をはじめ坊ちゃんゆかりの場所がたくさんあるそうなので、いつか聖地巡りをしてみたいですね。松山は正岡子規の故郷で、子規は2ヶ月ほど漱石の家に居候をし、句会を開いていたといいます。同じ頃漱石は中根京子氏と婚約、翌年熊本に赴任した後結婚します。お嬢様育ちだった京子夫人は慣れない環境のストレスで体調を崩し、一時は深刻な状態になったそうですが、その後は子宝にも恵まれ、一見順風満帆な生活を送っていました。漱石も俳壇で活躍し、名声を上げていたようです。留学、そして神経衰弱。しかし、33歳の5月、文部省からイギリス留学が命じられます。詳細は最初に話した通りですので省きますが、これによって漱石はまたひどい神経衰弱になってしまいました。さらに拍車をかけたのは、帰国後着任した東京帝大の英文学科講師としての仕事です。不運にもそこは針のむしろのような状況でした。なぜなら漱石の着任は、それまで6年余りにわたり、同大学で英文学を講じてきた小泉八雲こと名深両派案を追い出す結果となったから。そう、2025年9月から NHK 連続テレビ小説、バケバケに登場する小泉八雲です。漱石より17歳年上の八雲の授業は、文学への熱意と思いやりに溢れた名講義で、多くの学生たちから敬母されていました。それに対し、漱石の分析的な固い講義は不評で、学生たちは八雲の留任運動を起こし、漱石への不平不満を陰で言うようになりました。中には、ヘルン先生のいない文化に学ぶことはない、と放火に転じた学生もいたり、授業中に態度の悪さを漱石に叱責された数日後、華厳の滝で命を絶ってしまった学生もいました。特に後者の事件では、漱石が彼を死に追いやったと言われのない噂が囁かれることとなります。漱石はその学生に関し、我が輩は猫である、で冗談めかして言及したり、草枕の中で研究、意表を行っていますが、それは後年、心の整理がついてからできたことでした。風評被害の渦中にいた漱石は、どんどん精神状態が悪化、授業中や家庭において頻繁に癇癪を起こしては暴れ回るようになり、ついには妻とも約2ヶ月間別居することになってしまいました。小説家デビュー、東京帝大での辛い経験の後、落ち着きを取り戻して明治大学で講師を務めていた漱石でしたが、教師という職に何の熱意も湧かなくなっていました。そんな時、俳句文芸雑誌フォトトリスの編集を担当していた高浜虚子から何か書いてみたらどうですと声をかけられます。このフォトトギスというのは正岡子規が中心となり、その友人である柳原旭堂が創刊した俳句雑誌でしたが、後に高浜虚子に任せられていました。虚子の勧めによって漱石が書いた小説、それこそが我が輩は猫であるの第1話だったのです。これがあれよあれよという間に大ヒット。1話完結の短編だったはずが、好評のため続編を執筆することとなり、漱石は作家として生きていくことを熱望し始めます。37歳にしてついに転職を見つけたんですね。その後、ロンドンと坊ちゃんなどを立て続けに発表し、人気作家としての地位を固めていきました。漱石の作品は世俗を忘れ、のんびりと人生を味わう、定海趣味の要素が強く、当時の主流だった重苦しい自然主義とは対照的な余裕派と呼ばれました。文学の派閥の話は奥が深いので、もう少し勉強をしてから改めて動画にできたらと考えています。晩年、後世の影響、人気作家となった漱石のもとには、ほんの 1,2 年ほどで多くの弟子が集まるようになり、木曜会というサロンを開いていました。寺田虎彦や小宮豊隆、堀田宗平、鈴木美吉、内田楽健らなど、後に名を残した俳人や小説家が漱石の家に集まって語り合っていたといいます。漱石が亡くなる1年ほど前には、芥川賞の名前でも有名な芥川龍之介もこの木曜会に参加。短編小説、花を漱石に絶賛されています。40歳になった漱石は教職を辞め朝日新聞社に入社します。当時、日露戦争で販売数を急拡大させていた新聞各社は終戦による部数低下を回避するため本格文学の掲載に重きを置いていました。そこですでに人気作家になっていた漱石の取り合いが各新聞社で起こったそうですが、結局朝日新聞の条件が良かったようで、漱石は職業作家になります。しかし念願の作家になってからも漱石の受難は続きます。一番は体調の悪化でした。潰瘍を何度も患っていた漱石はしばしば入退院を繰り返し、43歳の時にはなんと 800g コップ4杯分もの吐血をしました。この時の生死をさまよった時の経験は随筆思い出すことなどに描かれています。その後なんとか回復した漱石でしたが、糖尿病が悪化したり夕待ちになったり、病気が原因でまた精神的に不安定になったりと病と戦いながら49歳の12月9日に自宅で逝去します。死因は胃潰瘍の悪化による腹腔内出血でした。現代の研究では糖尿病とうつ病には深い関係があることが分かっており、
40代の糖尿病患者のうつ病発症率は健康な人の約2倍になるそうです。タイの甘党でいちごジャムを1ヶ月で8瓶も食べきったという逸話も残っている漱石。その食習慣により50代を迎えることはできなかったのではと思いますが、繊細で神経質だった漱石にとって甘いものは心の支えだったのかもしれません。夏目漱石の代表作。夏目漱石の人生を知ったところで代表作を3作品紹介します。代表作1作目は我が輩は猫であるです。我が輩は猫であるは夏目漱石の記念すべきデビュー作です。冒頭の我が輩は猫である、名前はまだないというあまりにも有名な書き出しから始まる本作。中学教師、陳のくしゃみの家に飼われる猫、我が輩が語り手として人間たちの愚かしくも滑稽な言動を観察していく風刺小説です。我が輩はお餅を盗み食いしようとしての立ち回ったり、近所のメス猫に恋をしたり猫らしい一面もありますが、一方でとても博識で、のんきと見える人々も心の底を叩いてみるとどこか悲しい音がするなんて、まるで哲学者のような深い言葉を残しているんよね。主人のくしゃみ先生のもとには酩酊や貫徹といった高等遊民たちが集まってきて、それぞれが珍妙な議論を繰り広げます。彼らの会話を通して明治時代の知識人社会の矛盾や金権主義への批判が痛烈に描かれています。約35万字という大作ながら、漱石のユーモアセンスと文明批評が絶妙に融合した読むほどに味わい深い傑作です。実は本作、もともと1話だけの読み切り予定でした。でも評判が良すぎて結局11話まで続くことに。確かに第1話だけでも完結感があり、第2話では猫のおかげでくしゃみ先生が有名になったと書かれていて、まさに現実の漱石の状況とリンクしています。くしゃみ先生は漱石の自己理画家とも言われていて、偏屈で胃が弱く大の甘党という共通点があります。東大卒エリートの自分をちょっと卑下して描いている面もありますが、読んでいると漱石ってこんな感じの人なのかと親近感が湧いてくるよね。もちろんフィクションも混じっていますが、連作短編の形式なので少しずつ気軽に読み進められるのも魅力です。代表作2作目は坊ちゃんです。坊ちゃんは夏目漱石が松山の教師時代の体験をもとに書いた痛快エンターテインメント小説です。親譲りの無鉄砲で子供の時から損ばかりしているという書き出しで始まる通り、主人公は生粋の江戸っ子。物理学校を卒業したばかりの彼が四国の中学校に数学教師として赴任するところから物語は始まります。この坊ちゃん、とにかくまっすぐすぎるんです。曲がったことが大嫌いで正義感の塊。でも単純なものだから同僚が悪くて損ばかり。そんな彼を心から愛してくれるのが下女のおばあさん、キヨなんですね。赴任先で同僚の教師たちに次々とあだ名をつける坊ちゃん。校長にはタヌキ、教頭には赤シャツ、教頭の取り巻きには野太鼓、同じ数学教師には山嵐など、このあだ名だけでどんなキャラクターか伝わってきますね。読後感が爽やかで、現代でも愛され続けているのがわかる漱石作品の中でも特に親しみやすい名作です。ただし読む際に注意したいのは、この作品が坊ちゃんの一人称で書かれていること。彼は相当偏屈で、本当に相手が悪いのか、それとも坊ちゃんが勝手に悪く解釈しているだけ、思い込んでいるだけなのかわからない場面も多いんです。いわゆる信頼できない語り手の典型例ですね。でもそれが逆に坊ちゃんの人間らしさでもあります。普段は人の悪口ばかり言ってるくせに、下女のキヨのことは心から大切に思っているところなど、江戸っ子らしいさっぱりした魅力があります。個人的にとても好きなキャラクターでした。友達になりたいかといえば、はいとは言い難いですが。代表作3作目は、心です。心は夏目漱石晩年の最高傑作で、新潮文庫累計発行部数ランキング第1位を誇るまさに日本文学の金字塔です。物語は鎌倉の海で出会った謎めいた男性を先生と慕う学生、私の視点で描かれます。先生は学識豊かで魅力的な人物ですが、なぜか人を信用せず、恋は罪悪ですよといった意味深な言葉を口にします。そして物語の核心は先生から私に宛てた長い遺書にあります。そこには学生時代の親友、ケイとの間に起きた悲劇が告白されているのです。人間のエゴイズム、友情と恋愛の狭間で揺れる心、そして償いきれない罪の重さを描いた、読む人の心を深く揺さぶる不朽の名作です。ただし、再読して気になったのが心の構成です。多くの方は教科書で先生と一緒の部分だけ読んでいると思いますが、実は盛大なネタバレを食らっているんです。というのも、心は3部構成になっていて、先生と私の出会いを描いた、上、先生と私、故郷にいる私の両親と私の関係を描いた、中、両親と私、そして教科書にも載っている先生の過去を描いた、下、先生と一緒の3つで成り立っています。上、中の部分では、先生の過去は謎に包まれており、友人の墓に毎月参っていることや、妻を愛しているのに突き放すような態度の理由がわからないまま読者は読み進めています。その謎が物語を引っ張っているんですが、まさかの日本で国語の授業を受けた人たちは全員ネタバレを食らっているというね。
漱石が仕掛けた伏線が台無しになっているじゃんと思ってしまいました。もちろん、授業では長い本文すべてを扱うことはできない。取り上げるとしたら、先生と一緒だろうというのもわかるんですけどね。先生が隠している謎がわからないまま、読み進めたかったなと再読して感じた一作でした。あと一点、私が忘れていただけなのか、教科書に載っていない部分だったのかわかりませんが、明治天皇の崩御と乃木大将の殉死によって、先生もまた自らの命を絶つことを決意したという流れは、再読して、そうだったかと驚きを感じた部分です。乃木マレスケ氏については、私は大人になってからこういう方がいたのかと知った気がするのですが、こんなこと言ったら学生時代勉強していなかったことがバレますかね。心が連載されたのは大正3年、明治時代から大正時代への世の中の考え方が移ろう中執筆されました。こうした時代背景も合わせて読んでいくと、より深く漱石が描きたかったものが見えてくるかもしれません。診断チャート。これら3作品が夏目漱石の代表作として知られていますが、初めて読む方はご自身の好みに合わせて選ぶのもおすすめです。というわけで、診断チャートで自分に合った作品を見つけてみましょう。夏目漱石の診断チャートはこちら。こんな流れで診断していきます。自分のルートだけ知りたい方は、チャプターを使って該当箇所へジャンプできますので、ぜひご活用ください。それでは最初の質問です。質問1。短い話から読み始めたい？はいの方におすすめの作品は、夢十夜、または英実商品。夢十夜は、こんな夢を見たで始める幻想的な10個の物語です。おそらく漱石が実際に見た夢を膨らませたのかなと思うものが多く、明確な起承転結があるわけではありません。ただ1話短いので気軽に読めますし、漱石の深層心理を読み解きたいという人にもおすすめです。また、同じく短編を読みたいという方におすすめなのが、英実商品です。小説というよりは随筆に近いものなのかしらと思いますが、高浜俊たちが正月に漱石の家に集まった時の出来事だったり、ロンドンで劇を見た話、漱石がイギリス時代に個人授業を受けていたクレイグ先生の話などが載っています。こちらは全部で25話、一つ一つは短いため、ちょっとした隙間時間にも読み進められます。いいえの方は質問2へ進んでください。質問2、恋愛の話がいい？はいの方は質問3へ進んでください。いいえの方は質問4へ進んでください。質問3、重い暗い雰囲気でも平気？はいの方におすすめの作品は、心。こちらは代表作3で紹介しましたので、あらすじは割愛させていただきます。いいえの方は質問5へ進んでください。質問4、ユーモアや笑いが欲しい？はいの方は質問6へ進んでください。いいえの方におすすめの作品は、草枕。地に働けば角が立つ、情に酸させば流される、意地を通せば窮屈だ、とかくに人の世は住みにくい。という有名な冒頭で始まる30歳の洋画家が主人公の作品です。俗世を離れ、芸術的な非人情の境地を求めて山中の温泉宿を訪れた画工は、謎めいた出戻り女性、ナミと出会います。ナミに絵のモデルを頼まれますが、彼女には何かが足りないと感じて描けずにいました。しかし、劇で別れた夫と再会したナミの表情に、哀れを見つけた瞬間、それだ、それが出れば絵になりますよ、と画工は感動します。筋らしい筋はなく、美しい風景描写と芸術論が織り交ぜられた、まるで絵画のような文学作品です。質問5、青春の甘酸っぱさが好き？はいの方におすすめの作品は、三四郎。熊本から東京帝国大学に進学した23歳の純朴な青年、小川三四郎の青春小説です。彼は東京で美しく知的な都会の女性、里見峰子に恋をしますが、峰子は謎めいていて、三四郎は彼女の真意を理解できません。友人の与次郎や先輩の野々宮との友情を育みながらも、峰子への思いに翻弄され続け、最終的には彼女は別の男性と結婚してしまいます。ストレイシープ、迷える子羊というキーワードが象徴的に使われ、明治時代の急激な近代化の中で自分を見失う青年の心境が描かれています。初恋と失恋を通じた成長物語として、現代の読者にも共感を呼ぶ作品です。いいえの方におすすめの作品は、それから30歳の高等遊民永井大輔を主人公とした略奪愛の物語です。大輔は実業家の父からの援助で働かずに暮らしていますが、学生時代の友人平岡の妻である道代がかつて自分が愛していた女性だと知り、徐々に思いを募らせていきます。なぜ働かないって、それは僕が悪いんじゃない、つまり世の中が悪いのだという大輔の労働観は現代でも議論を呼ぶでしょう。最終的に大輔は全てを失ってでも愛を選ぶ決断をし、ちょっと職業を探してくると家を出ていきます。個人の自然な感情と社会の道徳観の対立を描いた明治時代の問題作です。質問6、人間以外の視点でも OK？ はいの方におすすめの作品は、我が輩は猫である。こちらは代表作1で紹介しましたので、あらすじは割愛させていただきます。いいえの方におすすめの作品は、坊ちゃん。
こちらは代表作2で紹介しましたので、あらすじは割愛させていただきます。以上、夏目漱石の作品診断でした。最初に読む一冊は決まりましたか？概要欄には各作品の購入リンクも用意しているので、興味を持った作品があれば読んでみてくださいね。次回の小説家航路では、漱石晩年の弟子であった芥川龍之介を紹介します。お楽しみに。この動画が良かったなと思う方は、チャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。